ブリジット大杉、今回買ったのどれよ。こんにちは、春日部つむぎです。今日は2025年11月クロックワークスから発売されたブリジットだよ。ようこそブリジットハウス。このテキーラはサービスだからまず飲んで落ち着いてほしい。またなんだ、すまない。仏の顔持っているしね。謝って許してもらおうとも思っていない。あ、3度までか。なんたえねだよ。なんて茶番もしたくなるくらいに増えるブリジット。と言ってもそろそろ終わりが見えてきて現状は残り2体かな。さて、このクロックワークスのブリジット、結構でかいです。座ってるからあんまり感じないけど結構でかいんです。ムチムチです。こんな男がいるかよって思うかもしれないけどいいんです。次元の壁の先に愚かな人間の狭い視野を持ち込んではいけません。アーシは全てのブリジットを受け入れます。宗教論みたいになっちゃったね。さて、クロックワークスとあまり聞きなじみのないメーカーでしたが、フィギュア参入は最近で実力は未知数でしたが、ほとんど実績のない中でこのクオリティを出せるのはなかなかだと思ったよ。他メーカーのブリジットと比較しても引けを取らない素晴らしい出来。塗装の丁寧さ、各種プリント類に問題はなく丁寧な仕上がり。というか、プリント類って他メーカーとほぼ同じクオリティだから版権元から素材配布でもあったんですかね。同じキャラを複数出すならそういうのもありかなって思ってね。髪もちゃんと立体感を出しているのであまりだるさは感じないかな。もともとふわっとした髪型のキャラなので変にトゲトゲにせず、これくらいの方が自然に見えるかもね。パーカーで隠れて見えにくいけど奥までちゃんと作られているのも丁寧でいいよ。指先もとても丁寧で爪の塗装までしっかりされているね。こういった細部までちゃんと仕上げてるフィギュアは全体がいいって法則あると思います。ムチとこれ以外の情報必要って話になりそうだけど一応喋らせてね。ブリジットを象徴する特徴的な靴、他のメーカーではやらなかった折れ曲がった表現をうまくやっていてね。こうやるのかって感心しちゃった。ゴテゴテの装飾があるし靴としての機能性低そうでどうやるんだろうって思ってたけどうまく曲げていて感心っていう話をしても太ももが邪魔して頭に入らない。ちなみに台座がへこんでる安心仕様だよ。ロジャーが地味に出来がいい。ぬいぐるみの刺繍だったり地味に塗装の強弱がつけられていたりタグまでついていて、そこまで本気で作るかってほんと丁寧に作ってるなって。新規メーカーで割と博打感あったけど今後も注目していいかもしれない。ロジャー目線があるので少しハイアングルから、このフィギュアはハイアングルから見るのが一番正解かもしれないね。この角度から見るのが一番可愛く見えるかな。パーカーの表現とかもよく見えるね。手状にしだれて膨らんだ感じや少しひねってシワになってる感じとかもいいんじゃないかなって。結局あの手状って何なんだろうね。謎ではあるけどまあ別にね。全体を舐め回すように。これ手動で三脚を伸ばしてるんだけどスムーズにできないからなんかうまくやる仕組み作りたいね。上げるんじゃなくて下げる方がスムーズだから下げつつ逆再生した方がいいかもしれない。今度試してみよう。今度は臨場感あるやつ、スタビライザーみたいなの欲しいなって思うけどこれだけのために買うには高すぎる。
といった感じで、クロックワークスブリジットでした。出来は良かったし可愛かったんで良かったんだけど、やっぱりお値段がね。スケール感的にも満足してはいるんだけど、やっぱり高いのはちょっと辛い。まあ残りブリジット発売予定は天国とスピリテイルぐらいだし、このまま完走させてもらいましょうか。冬のワンフェスで増える可能性もあるっちゃあるけど、さすがにブリジットバブルも終わりだと思うしね。ミメヨイも2年前に企画発表があったけど、まあ難しいだろうねってことで、ミメヨイちゃんどうしてこうなった？それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次も気が向いたら動画作ろうと思うので、よかったら見に来てください。あ、よかったら高評価やチャンネル登録とかしてくれると嬉しいかな。写真がファンティアにまとめていて、ファンティアのアカウントがあれば誰でも見れるから、そちらもよければ概要欄のリンクから行ってみてね。じゃあ機会があればまた別の動画で会おうね。